はい、皆さんこんにちは、ゆかです。今日私は京都に来ています。これからホテルに荷物を預けて観光に出かけたいと思います。では行ってみましょう。すいません、三井ガーデンホテルの3条に宿泊してさあ、荷物も預けたので、これからバスで観光地へ向かいます。コインロッカーがありますね。春、桜の時期、そして秋、紅葉の時期はこのロッカーが非常に混雑するので、最初にこのタッチパネルで利用状況を確認した方がいいですね。これ韓国語でもこのようにここが空いてるとか、ここは少し、混雑しているというような状況をこれで見ることができます。地図を見ましょう。今私はこの京都駅にいます。これからバスに乗ってこの辺のエリアに行きます。ここは西陣というエリアです。西陣といえば西陣織が有名です。非常に豪華絢爛な帯とか着物が作られる場所です。今でもそのような工房がたくさんあります。今日はこの西陣エリアにある晴明神社を参拝して、その後この街を散策したいと思います。これからバスに乗ります。私が乗るのは9番のバスですね。乗り場は、B の1かな。 OK、 行きましょう。京都は街が5番の目状に作られていて、非常に方角が分かりやすいですね。どっちが北、どっちが南というのがはっきり分かります。私方向音痴なんですけど、京都は割と歩きやすいです。あんまりね、西陣方面に行く観光客は多くないです。今回私はまずこのね、晴明神社に行きます。ここは安倍晴明を祀っている神社です。皆さん、安倍晴明ってご存知ですか？羽生結弦選手が安倍晴明の映画の主題歌でスケートを滑ったことがありますね。この晴明神社は星のマークがついているのが結構大きな特徴かなと思いますね。はい、晴明神社を参拝してきました。ではこれから昼ご飯を食べに行きたいと思います。西陣織会館、この辺りは西陣といって西陣織の工房がたくさんある地域です。なぜ西陣というのかというのは、昔にね、戦いがあった時に西側の陣が敷かれた場所がこのエリアだったことから西陣というふうに地名がつきました。でも今ではね、西陣と聞いてみんながまず最初に思い浮かべるのは西陣織です。すごい大きな建物ですね。ちょっと撮影できるかどうか聞いてみましょう。この館内って撮影することはできますか？歯科でやるとかは、はい、ご撮影いただいても大丈夫です。そうなんですね。商品以外はじゃあもうわかりました、はい、ありがとうございます。商品以外はね、撮影していいということなので、あとここ皆さん一緒に見てみましょう。西陣織というのは京都の非常に有名な織物の一つです。豪華絢爛な帯などが、とても有名ですね。はい、これは織機ですね。もうなんか本当に気の遠くなるような作業ですよね。一つ一つこうして糸をまずかけて、それから織っていきます。
作業の様子写真とか撮っても大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。この糸は金でできてるんですか？これ金糸ですね。金糸ですか。京都の昔のこの辺りの多分職人さんの家を再現した模型ですね。ここに説明があります。京都の家はうなぎの寝床とよく言われています。奥深い家の中に一本通り庭が通っています。その奥の方には織機があったりしますが、道路から格子戸を隔てた店の間では机を置き、出旗や準備工程の分業から送られてくる品物の受け渡しが行われます。着物って本当に作るのに手間がかかります。今日私が着ているのは浴衣です。これは綿でできていて、本来は寝る時に着るものです。今ではね、みんな街歩きする時に着ますが、これはね比較的簡単な工程だと思います。でも着物となるとやっぱり使われている素材も絹ですし、そしてその工程もたくさんあって多くの職人さんが携わっています。ここは西陣織ができるまでの工程を説明しているブースです。まずは図案を描きます。もうこの時点で美しいですね。次に紋衣装図の工程に入ります。これは織物の設計図を作る段階ですね。すごいですね。本当に緻密な作業です。そしてその後紋衣装図に基づいて縦33センチ横 4.5 センチぐらいの短冊型の紋紙にピアノ式紋彫り機を使って縦糸の上げ下げを指令する穴を開ける。そしてその後いよいよ織るんですが、まずはこの糸を準備しますよね。細い何本かの糸を合わせて糸の太さを加減する。そして糸に特別の撚りをかけたりする工程。糸の準備だけでも随分時間がかかりそうです。そして先染めですね。先染め織物である西陣織にとって図案とともに重要な作業の一つ。指定通りの色に染め上げる。基本的に昔は天然染料で染めていたでしょうね。そして染められた糸を巻き取る。その後ようやく成形という作業に入りますね。これは縦糸を準備する工程です。その後縦糸を引き上げる工程に入ります。縦糸5000本の縦糸を準備する。本当に気が遠くなるような作業です。さてここでようやく横糸が登場しますね。西陣織というと金襴というようなね、非常に豪華な金を使った織物が有名です。そしてこの西陣織の一つですが、つづれ織というのもあります。これは爪に筋をつけて、その自分の爪を道具として織っていきます。つづれ織です。ここは蒸気を通す作業を紹介してます。お召しの着物ね、私も持ってるんですが、確かに独特の風合いがありますね。少しなんでしょうね、さらっとしたような感じがありますね。でも柔らかい。奥に見えているのが西陣織です。見事ですね。すごいよく作られているミニチュアの織機です。この下のこの縦糸、すごいな。わけが分からなくなりそう。
プロの仕事ですね。さて2階にショップがあるのでちょっと見てみましょう。さっき商品の写真撮影、動画撮影はちょっとダメということだったので皆さんにお見せできないですけど、ちょっと雰囲気だけねお伝えできればなと思います。織物の仕事をされてる方が多いのかな、やっぱり。もちろん普通のね現代的な家もありますけど、ちょっと伝統的な感じの雰囲気を残した家もたくさんありますね。この先ねちょっと面白いカフェがあるので行ってみましょう。はい、見えてきました。西陣ロージです。あら、ハトさん。はい、ここです。ここ入ってきます。さてここの通りが西陣ロージという路地になっていて、いろいろなお店が集まっているみたいです。こっち側はね宿泊施設みたいですね。そしてこちら側にはお茶屋さん、あとは野球ソフトボールグラブ工房、工房もありますね。なんかいろんな面白いお店があります。今日は私その中のお茶屋さんにちょっと行ってみたいと思います。じゃあ中に入ってみましょう。はい、こんにちは。ここはどういったお店ですか？ここは宇治抹茶を主に原料として、それをスイーツにして販売しているお店です。あ、そうなんですね。この抹茶もシングルオリジンの抹茶？